なぜ、台湾は一度破談した日本と再び手を組んだのか？現役電車運転士の T 学長です。生徒のユンです。背景には台湾の複雑な事情が隠されていたのです。それでは一緒に見ていきましょう。まず、台湾高速鉄道がなぜ一度破談することになったのか、その根本的な原因から見ていきましょう。この台湾高速鉄道には世界でも極めて珍しい特徴があります。どのような特徴なのでしょうか？実は台湾高速鉄道は、日本、ドイツ、フランスなど複数の国の技術が混在した、世界でも稀な鉄道システムなのです。具体的には車両は日本、分岐器はドイツ、無線システムはフランス製といった具合に、まさに国際色豊かな鉄道になってしまいました。複数の国の技術が混在しているのですね。なぜそのようなことに？実は最初に有力だったのは日本の新幹線技術ではありませんでした。1997年9月、台湾政府は、フランス、ドイツの独仏連合に優先交渉権を与えると決定したのです。なぜ、ヨーロッパの技術が選ばれたのでしょうか？最大の理由はコストの安さでした。独仏連合は、建設費が安い、政府負担なしで建設可能、という条件を提示しました。これが台湾政府に評価されたのです。やはりお金の問題は大きいのですね。ところが、状況を一変させる出来事が立て続けに起こります。それが1998年のドイツ高速鉄道事故と、1999年の台湾大地震でした。どのような事故だったのですか？1998年6月3日、ドイツで ICE 高速鉄道の脱線事故が発生し、101人が死亡という高速鉄道史上最悪レベルの大惨事となりました。この事故の原因は、新技術の男性車輪の金属疲労による破談でした。新しい技術が裏目に出てしまったということですね。はい、さらに翌年、1999年9月21日に台湾で発生した、大地震では2400人以上の人命が失われました。この地震により、地震対応の経験が豊富な日本の新幹線技術の方が、台湾に適しているということが明確になったのです。台湾も日本と同じように地震が多い国だから、日本の技術の方が安心できるということですね。その通りです。こうして1999年12月28日、台湾政府は方針を大転換し、日本企業連合が楽天で優先交渉権を獲得しました。しかし、ここで大きな問題が発生します。順調だと思ったのに何が起きたのでしょう？実はこの時点で、すでに土木構造物や線路などのインフラ部分は、ヨーロッパ仕様で工事が発注されていたのです。つまり、車両だけが日本製になり、その他の設備はヨーロッパ製のままという、ちぐはぐな状態になってしまいました。具体的にはどのような部分がヨーロッパ仕様だったのですか？分岐器はドイツ製、列車無線はフランス製、自動券売機や改札機もフランス製、そしてトンネルの断面積も新幹線より大きいヨーロッパ仕様になっていました。つまり、日本の新幹線車両をヨーロッパ仕様のインフラで走らせるという、前代未聞のシステムが出来上がってしまったのです。それは想像しただけでも大変そうです。実際、この技術混在は深刻な問題を引き起こしました。その中で最も深刻だったのは分岐器の問題です。分岐器というのは線路が分かれる部分の装置のことで、数字が大きいほど高速で通過できる仕様になっています。なるほど。日本の新幹線車両は18番程度の分岐器で十分なのですが、台湾では33番といった高番数のドイツ製分岐器が設置されており、車両とインフラの仕様が合わなかったのです。設備同士の相性が悪かったということですね。さらに信号システムでも複雑な問題が生じました。日本の新幹線と同じデジタル ATC と TGV 型の緊急停止装置が混在したため、運転士は両方のシステムに習熟する必要がありました。運転士さんは大変ですね。そうなんです。実際、改良時には技術習熟が不十分な運転士が多く、当初は間引き運転を余儀なくされました。さらにフランス製の自動券売機は改良当日にシステム障害を起こし、乗客が切符を買えないという事態も発生しました。改良初日からトラブルとは、利用者の方々も困ったでしょうね。このように、台湾高速鉄道は日本の新幹線技術の土台の上に、ヨーロッパの機能や設備が付加された、複雑なシステムとなってしまいました。このちぐはぐなシステムこそが、後に新型車両の価格を大幅に押し上げ、一度は破談に至る根本的な原因となったのです。そして、この複雑なシステムが実際に大きな問題を引き起こしたのが、新型車両の導入計画でした。どのような問題だったのでしょうか？台湾で使用していた 700T 型車両のベースとなった、日本の700系の製造が終了してしまったのです。
つまり、故障や老朽化で車両を交換する必要が生じても、同じ車両を調達することができなくなってしまいました。新しい車両を導入するしかないということですか？そうですね。そこで台湾高速鉄道は、日本の最新型である N700S をベースにした、新型車両の導入を検討し始めました。2019年2月に国際入札を実施しましたが不調に終わり、2020年8月に再度入札を実施しました。最新の車両なら性能も良くなりそうですが、ところが、2021年1月20日、台湾高速鉄道は、提案価格と市場実態に過大な差があるとして案件を取り消しました。つまり、破談になってしまったのです。なぜそんなことになったのでしょうか？ここでユンちゃんにクイズです。日立製作所と東芝が提案した N700S ベースの新型車両、1編成あたりの価格はいくらだったと思いますか？ 1、30億台湾ドル、約111億円。2、40億台湾ドル、約148億円。3、50億台湾ドル、約185億円。ちなみに、2012年に追加購入した、700T 型は1編成約20億台湾ドル、約74億円でした。新型だから少し高くなって、1の30億台湾ドルでしょうか？正解は3、1編成あたり約50億台湾ドル、日本円にして約185億円という見積もりだったのです。185億円？それは確かに高すぎますね。これは以前の 700T 型の 2.5 倍の価格で、日本国内での N700S 価格と比べても4倍以上という高額でした。台湾メディアでは、電車ではなく航空機の価格だとまで批判されました。なぜそんなに高くなってしまったのでしょうか？最大の理由は技術混在システムへの対応でした。N700S を台湾の複雑なシステムで使用するためには、大幅な再設計が必要だったのです。具体的にはどのような再設計が必要だったのですか？ドイツ製分岐器への対応、フランス製無線システムとの連携、台湾独自の安全基準への適合など様々な調整が必要でした。さらに、車両の走行試験や乗務員教育訓練費用も、すべてメーカー側が負担する必要がありました。日本国内とは違って色々な追加費用がかかるということですね。その通りです。さらに台湾の発注数は12編成という少数だったため、スケールメリットが働かないという問題もありました。技術の複雑さとコストの問題が重なってしまったということですか？しかし、価格だけが問題ではありませんでした。実は台湾高速鉄道自体も深刻な経営難に陥っていたのです。というと、台湾高速鉄道の経営に問題があったのですか？開業当初の予測では、1日あたり約24万人の利用者を見込んでいましたが、2015年時点での実際の利用者数は、1日あたり13万人強にとどまり、予測の半分程度しか乗客が来なかったのです。予想の半分というのは確かに経営的には厳しいですね。さらに深刻だったのは運賃設定でした。台北から高雄までの運賃は約6600円でした。距離がほぼ同じ東京から名古屋の新幹線料金が10560円なので、その約6割という安さでした。確かに、日本の新幹線と比べると随分安いですね。その結果、2015年時点で累積赤字は約2065億円に達します。台湾政府が経営再建を図りましたが、新型車両285億円もかける余裕はありませんでした。経営状況が厳しい中で、高額な車両導入は難しいですよね。そうなのです。このように、技術混在による再設計の必要性と、台湾高速鉄道の経営難という2つの要因が重なって、新型車両導入計画は破談となってしまいました。まさに新幹線導入の壁が立ちはだかったのです。複雑なシステムと経営の問題両方が重なって、大変なことになってしまったのですね。では次に、一度は破談になった日本の新幹線技術が、なぜ再び選ばれることになったのかについて見ていきましょう。一度は破談となった新型車両導入計画でしたが、台湾高速鉄道はこのまま諦めるわけにはいきませんでした。というのも老朽化する車両の問題は、解決しなければならない喫緊の課題だったからです。確かに車両の更新は必要ですよね。台湾はその後どのような対応を取ったのでしょうか？台湾高速鉄道は日本以外の選択肢も本格的に検討し始めました。具体的には、フランスのアルストム、ドイツのシーメンス、スペインのタルゴ、カナダのボンバルディアなどの海外メーカーからの調達を模索したのです。いろいろな国のメーカーを検討したのですね。中国のメーカーは候補に入らなかったのですか？実は中国製車両は政治的理由から除外されました。台湾と中国の複雑な政治関係を考えると、
安全保障上の懸念から中国製を導入するのは現実的ではなかったのです。なるほど、技術的な問題だけでなく政治的な配慮も必要だったのですね。そうなんです。そして台湾高速鉄道は各メーカーについて、技術使用、保守体制、修理能力、価格、経済的な条件を総合的に評価しました。そして、複数社に提案を求めました。ヨーロッパのメーカーなら価格も安くできそうですね。ところが、詳細な検討を進めていく中で、台湾側はある重要な結論に達しました。それは、安全性を最重視した場合、やはり日本の技術が最も適しているということでした。ちなみにどのような点で日本の技術が優れていると判断されたのでしょうか？最も決定的だったのは運行実績です。台湾高速鉄道は2007年の開業以来、乗客の死亡事故ゼロを達成していました。これは日本の新幹線技術と運営ノウハウによるものでした。一方、ヨーロッパの高速鉄道では過去に重大事故が発生していたのです。確かに安全性は何よりも大切ですね。さらに、台湾は地震が多い地域であるため、地震対策技術においても日本が圧倒的に優位でした。実際、2024年4月の台湾東部地震でも、台湾高速鉄道は地震検知システムが正常に作動し、列車を安全に停止させることができました。地震への対応力は重要な判断材料になりますね。このような検討を経て、台湾側から日本に対して、最高賞の申し入れが行われました。台湾高速鉄道は、安全性、技術、運用、価格などを総合的に判断した結果、日本の技術が最適である、との結論に達したのです。今度は台湾の方から日本にお願いしたということですね。そうなのです。しかし、ここからが重要でした。台湾側は最高賞の条件として、価格の大幅な見直しを求めました。185億円という当初の見積もりではとても導入できないと明確に伝えたのです。日本側はその要求に応じてくれたのでしょうか？日立製作所と東芝は、台湾との長期的なパートナーシップを重視し、粘り強い価格交渉に臨みました。そしてその結果、当初の185億円から103億円への大幅減額を実現したのです。185億円から103億円ということは82億円も安くなったのですね。その通りです。これは約44% の価格削減に相当します。しかし、重要なのはこれが単純な値下げではなかったということです。単純な値下げではないとはどういうことでしょうか？日本側は技術的解決策による価格適正化を図ったのです。具体的には、設計、製造方法の見直し、効率的な生産プロセスの導入、台湾側との役割分担の最適化などを通じて、品質を維持しながらコストを削減しました。お互いが歩み寄っていい解決策を見つけたということですね。まさにその通りです。台湾側も単に安い価格を求めるのではなく、長期的な安全性と信頼性を重視し、日本側も技術革新と効率化によって価格を下げるという、互いの歩み寄りが実現しました。素晴らしい協力関係ですね。そして2023年3月15日、台湾高速鉄道の取締役会で N700S 導入が最終決定されました。購入価格は総額1240億円で、12編成144両を調達することが確定し、同年5月18日には、日立、東芝連合と正式契約が締結されました。ついに正式に決まったのですね。いつから新しい車両が走るのでしょうか？新型車両は2026年後半から台湾に順次搬入され、静的及び動的試験を実施した後、2027年後半から正式に営業運転を開始する予定です。2027年が楽しみですね。さらに、JR 東海も2024年5月から2030年7月まで、約6年間の技術コンサルティング業務を受託し、新車導入に向けた全体計画管理、車両所の設備更新、スタッフ訓練などを支援することになりました。技術面でもしっかりとサポートがあるのは安心です。このように、台湾高速鉄道の新型車両導入は一度の破談を経験しながらも、安全性を最重視した台湾の判断と、技術的解決策による日本の努力により、最終的に実現することができました。これは単なる商取引を超えた、真のパートナーシップの証と言えるでしょう。破談から復活までとても興味深い展開でしたね。はい、そして、この新型車両導入により、台湾高速鉄道はさらなる発展を遂げることになります。それでは最後に、台湾高速鉄道がその後どのような成功を収めたのか、その驚くべき数字をご紹介しましょう。日本の技術を採用してどのような変化があったのでしょうか？台湾高速鉄道の利用者数は劇的な変化を遂げました。
開業当初の2007年は1日平均約4万人でしたが、現在では1日平均21万人を超えており、約5倍以上の増加を達成しています。5倍以上とは驚異的な成長ですね。さらに注目すべきは、2024年の年間利用者数が7825万人という過去最高を記録したことです。これはコロナ前の東北新幹線の利用者数に匹敵する水準で、台湾の人口を考えると非常に高い利用率と言えます。なぜこれほどまでに利用者が増えたのでしょうか？最大の要因は日本の安全技術が生んだ信頼です。台湾高速鉄道は開業から18年間乗客の死亡事故ゼロを継続しており、この実績が台湾市民の絶大な信頼を獲得しました。18年間も死亡事故がないというのは本当にすごいことですね。その通りです。さらに平均遅延時間は約4秒という、日本の新幹線と同等の高い定時運行率を実現しています。安全で正確な運行により、台湾の人々の移動手段として完全に定着したのです。安全性と定時性の両方を実現したことが成功の秘訣だったのですね。台湾高速鉄道の成功は、世界に広がる、日本の鉄道技術にとっても大きな意味を持ちます。実際にこの実績により、インドの高速鉄道計画でも日本方式が採用されることになりました。台湾での成功が他の国のプロジェクトにも影響を与えているのですね。このように、安全性を重視した台湾の判断は、最終的に大きな成功をもたらしたと言えるでしょう。一時的な価格の高さよりも、長期的な安全性と信頼性を選択した結果が、この素晴らしい成果につながったのです。最初は高すぎると思われた日本の技術が結果的に大成功でしたね。その通りです。今回の台湾の事例は、他の国の高速鉄道プロジェクトにも大きな影響を与えています。実際に、東南アジア各国からも日本の新幹線技術への関心が高まっているんです。日本の技術が世界中で評価されているというのはとても誇らしいです。鉄道は単なる移動手段ではなく、その国の発展を支える重要なインフラです。皆さんは台湾の判断をどう思いますか？ぜひ皆さんの意見をコメント欄でお聞かせください。このチャンネルでは、現役電車運転士の私が鉄道について解説していきます。このチャンネルで取り扱ってほしいテーマや、現役電車運転士の私に聞きたいことがあれば、コメント欄にコメントをお願いします。それでは今日はこの辺りで失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。